シュラマン、どうも、ともちゃんです。はい、茨城空港にやってきました。空港にやってきたということは、前回茨城空港を利用した際にも動画を撮ってまして、そちら気になる方はぜひ概要欄よりご覧いただければと思います。茨城空港といえば茨城唯一の空港でもあり、北関東唯一の空港でもあります。前回利用したのが2023年8月。それまでね、コロナとかでね、上海便が運休してて、そして運航再開のタイミングでちょうど私も中国に行くということで、その際ね利用したんですけども、利用して1ヶ月も経たないうちにまた運休になってしまって、いつ復活するのかなって待ち望んでたんですけども、まさかねまた復活してくれて、いざなんだかんだ3ヶ月ぐらい待ってね、やっと降りて、今回私のふるさと茨城から上海へ行くことになります。前回茨城空港で撮影した時はね晴天に恵まれたんですけども、本日あいにくの雨ということで、早速ね空港の中に入って1年半前とどんな変化があったか、そういうあたりにね焦点当てて皆さんに紹介できればと思います。今回の動画も最後まで見ていただけたら何よりです。それではお面1は茨城空港にあるコンビニはセイコーマート、セブンとかファミマとかローソンではないんですよね。でこちらが空港の入り口となってます。茨城エアポート。1年半前と雰囲気全然変わらないですね。空港内に入ってきました。1年半前と違うところっていうのはちょっと人が多いかな。でこういう風にね物産展とかも開かれてて、茨城の名産が売られていると。干し芋、カステラドーナツ、メロン、茨城有名ですもんね、メロン。生産日本一なんですね。ここに書いてある。ちょっと中国の方たちに日本のいいところを今紹介してて、ちょうど茨城空港から、いいですね、やっぱり。ちゃんと中国語もありますね。やっぱ中国のお客さん多いですか？多いです。ですよね。上海便ありますしね。あと台湾便と。台湾便もそうですよね。干し芋も。そうなんですか。こちら台湾で紹介されてる。台湾で紹介してくれて、そっか。それでやっぱりお客さん来るようになりました。じゃあやっぱ大きいですね、こうやって紹介してもらうと。全然違いますね。じゃあちょっとこの動画をきっかけに台湾だけじゃなくて大陸からもそうですね。茨城空港を利用していただける方が増えればなと思います。少しでもね、一人でも二人でも分かってもらえると、それからまた広がっていきますから。地方の空港ということもあって、空港の規模はねかなりコンパクトです。そして、2階にもフロアがあるので、ちょっとそちら見ていきたいと思います。こういう売店もありますね。亀印、地元の銘菓ですね。人気土産、おすすめベスト5。茨城空港のお土産販売コーナーは2カ所あります。あとね、こういう小美玉市観光案内、こういう観光案内してくれるところもありますね。あいにくの天気ではあるんですけども、ちょっと送迎デッキに行ってみたいと思います。ここが送迎デッキとなっております。今回はこの目の前に見える春秋航空の飛行機で上海に飛び立ちます。いいね、白と緑のカラーって緑が映えますね。茨城空港からは週3便上海便が出てまして、火曜日、木曜日、土曜日、そして上海便以外に国内便もありますし、国際線もね、韓国のチョンジュ行きかだったり、あと台湾行きなども出てて、台湾便は
週2便かな。上海、台湾、韓国などが海外とはいえ身近にある存在ですね。そして茨城空港までのアクセスなんですけども、県内ですと水戸駅、つくば駅、塩川駅から連絡バスが出てまして、県外ですと東京駅からもね連絡バスが出ているということで、アクセスも比較的便利ですね。茨城空港唯一のレストラン、杉の屋本陣。ラインナップはこんな感じですね。こちらがメニュー、定番のものが多いですね。うどん、そば、丼物って感じですかね。レストランの奥にはね、こういうカフェコーナーもあります。搭乗まで少し時間あるのでね、今コーヒー飲みながら家族と一緒に空港に来てます。家族入れちゃダメお母さん今マスクし始めた。お父さんポケモンやってます。海暮れも通過してね、こちらが茨城空港の待合室です。そしてもう搭乗が始まっているので飛行機に向かいます。急がないといけないみたい。茨城空港はね、必ずこの連絡通路を通って飛行機に搭乗します。なんかこの連絡通路も以前と変わったかな。結構しっかりしてますね。前はこんな屋根もなかったような気がする。ちゃんと通路っていう感じですね。いよいよですね。空港の目の前じゃない、飛行機の目の前にやってきました。こちら日本ではね、4月から本年度が始まるので、この大きな節目でね、中国へ向かうことになります。かなり機内混んでますね。今回搭乗している飛行機ですけども、1列目と2列目が広くなっていて、いわゆるビジネスクラスみたいな感じですね。スプリングクラスに乗るものであれば必ずね、優先搭乗と、あとはこの前の広い席に座ることができるようになっています。ちなみに今回航空券に払ったお金はたったの14,000円です。めちゃくちゃ安いですね。今回はね、新しい住まいまで紹介するつもりですので、ぜひ最後までお楽しみいただければと思います。上海に無事着きました。茨城空港はかなりコンパクトだったんですけども、上海の浦東空港はかなり大きいので、着いてからね、今荷物を取りに行ってるんですけども、この通路もかなり長い。なんかこういうのもある。こんにちはって書いてありますね。やはり浦東空港大きいですね。飛行機降りてから電車に乗ってさらに移動することになります。
いややっぱね浦東空港大きいからね、飛行機降りてから空港出るまでだいぶ時間かかりました。荷物も無事受け取れましたし、これから車で昇降市へ向かいます。空港まで直接迎えに来てくれてるそうなので非常に助かります。荷物持ってくれてます。助かりますね。ここから出てくるの初めてですね。部屋の前に着きました。今日からこの部屋で新生活が始まります。どんな部屋なのか紹介したいと思います。建物は結構古いですね。ワンルームですね。クローゼット、木のベッド、仕事用のデスク、冷蔵庫、エアコン、壁が真っ白。御師の部屋と比べると比較的良さそうですけど、建物古いのでちょっと水回りがね心配ですね。わ、またラシェ1位ですね、このタイプ。そして洗面台、コップと歯磨き粉と歯ブラシ準備してくれてます。トイレ、そしてシャワー。はい、新しい部屋はこのようになってます。正直なところ何とも言えないんですけども、今日からここで新生活が始まります。そう、さっき撮影してる時気づかなかったんですけど、冷蔵庫も新品でした。快適な生活ができるように、これから生活に必要なものなどを揃えて昇降市での生活を始めていきます。そして YouTube では昇降市を中心に中国の地方都市の魅力であったり、あまり知られていないところに焦点を当てて紹介できればなと思っていますし、昇降市がある浙江省は魅力的な街もいくつかありますので、そのあたりもね紹介できればと思います。朝9時過ぎに家を出て昇降市に着いたのが夜の8時過ぎですね。だいたい11時間ぐらいかけてこちらにやってきましたが、今までの移動と比べるとだいぶ楽だなと思いました。またこうやって中国の現地から中国のリアルを発信できるっていうのは個人的にはすごく楽しみですし、もっと中国を知ってもらえたり中国を知るきっかけを提供できたらいいなと思ってます。じゃあね、今日はこの辺りで締めたいと思います。今回も最後までご覧くださりありがとうございました。次回の動画も楽しみにしていてください。紹興酒を飲んでいるか、または紹興酒で街ぶらしているか、そのあたりになるかと思います。それではシャツジェン、バイバイ。